はい、ではですね、組み上げたディスクドライブがですね、もしモビロンバンドが外れてしまうドライブだったらどうなるか試してみたいと思います。では、いつもの 3D ホットラリーでいってみます。まず電源入れます。はい、読めるんでしょうかね。はい、入れてみます。頑張ってますね。頑張っています。おっと出ました。エラー27です。はい。はい。ではもう一度ちょっと試してみます。はい。ディスク取り外します。今度はですね、こちらのアームのですね、ちょっと動きに皆さん注目をしてご覧ください。では行ってみます。なんだかこう音が擦れたような音がして、ちょっとこのアームの動きも遅いと思いませんか？はい、出ました。ディスクトラブルのエラー22ですね。はい。もう一度行ってみます。はい、では入れてみます。はい、ディスクトラブルエラー22ですね。はい、なぜこのエラーが出るのかというところですね。今からではこの中を分解してですね、もう一度グリスアップの方から全て行っていきたいと思います。ではどうぞ。はい、ではですね、エラー22のディスクドライブを本体から取り外しました。で、カバーの方を開けるとですね、原因の方が分かりまして、ちょっと見えづらいかもわからないんですけども、こちらですね、モビロンバンドの方がですね、このプーリーの上の方までずり上がってきましてですね、この金属プレートに当たっているような状況でした。なので、このモーターをですね、回転しても、ちょっとこちらの方の金属プレートに、擦れてしまって、速度が下がってしまったということになっていたのだと思います。はい。ではですね、実際に、こちらですね、前回の動画で、このモーターの、位置をですね、ここにワッシャーをかましてあげることで、下げてあげると。そうすることによって、このゴムベルトがですね、外れにくくなるという風な対策をちょっとご紹介したんですけども、そうではなくてですね、ちょっともうゴムベルト自体をですね、新しいものに取り替えてみようと思います。で、全く同じモビロンバンドに変えてしまうとですね、芸がありませんので、ちょっとこういったものがですね、使えるのかなと思ってですね、ちょっと今回ですね、こちら、テックスペースさんのですね、幅 3mm のですね、平ベルト、内径が70mm のものに交換してみようと思います。なぜこのベルトに交換したら、その原因が治るというふうに踏んでいるかというとですね、モビロンバンドですね、この幅がですね、いい感じではあるんですけども、ゴムベルト自体の厚みがですね、ちょっと薄いのかなというふうに考えてまして、当然この薄いとですね、やっぱりこのプレートに巻き込んでいくような形でやっぱり動いてしまうのかなと思いまして、こういったちょっと厚みのあるですね、どうだろうな、ちょっと測ってみないとわからないですけども、0.4 ミリ、0.5 ミリぐらいかなのベルトの厚みがありますので、そうするとですね、ちょっと巻き込みにくいのかなというところもありまして、はい。このベルトの方に交換をしてみようかなと思います。で、このベルト交換が終わりましたら、ついでに前回ちょっとお話ができていなかったこちらのですね、上部のこのパネルを
外してですね、このシャフトの部分を全てグリスを拭き取ってグリスアップをしていくと。で、組み付けて本体に戻してエラーが出なくなることを確認する。ここまでをちょっとやってみたいなと思います。はい、こちらが、テックスペースさんのゴムベルトですけども、結構しっかりしてますね。ちょっと厚みがあるのかなというふうには思います。任天堂さんがですね、出されていた、純正のゴムベルトですね、は、厚みが 0.45 ミリ4ミリ、で、太さが3ミリ、この径が70ミリっていうふうに、確かどこかの情報で載ってたかと思うんですけども、そのベルトよりはちょっと厚みがあるのかな、どうなのかなっていうふうな感じです。はい。とりあえずこれを取り付けてみたいと思います。で、今回このプレートをですね、ちょっと外しましたけども、このプレートを外すとですね、必ずヘッド調整が必要になります。なので、そこも合わせてやっていきたいと思います。はい、ではですね、ゴムベルトの方が交換終わりましたので、こちらですね、やっぱりゴムベルトの方ですね、この純正っぽいゴムベルトに交換したんですけども、若干やっぱり上には回転させると上がってきますね。なので、これでですね、対策ができたとはちょっと思えないんですけども、ただ、モビロンバンドと違って、外れてくることはありませんでしたので、一旦こちらで組み上げて、様子を見てみようかなというふうに思います。じゃあ、こちらの方ですね、蓋の方を閉めて、表面のカバーですね、のグリスアップをやっていきたいと思います。はい。じゃあ表面ですね。はい。まず、バネがですね、こちらの1箇所。それから、反対側。こちら1箇所。こちら1箇所ですね。はい。を外していきたいと思います。外していく時のポイントなんですけども、慣れた方であれば、このバネのですね、ここですね。上の部分を持って、下のフックを外すと。こうしていただくことによって、バネが飛んでいって噴出するというリスクは、抑えられるのかなというふうに思います。問題は反対側なんですよ。はい。こちら反対側になるんですけども、こちらがですね、ディスクカードが挿入された時のスイッチになってるんですね。で、この部品、当然これも替えがありませんので、破損してしまうともうどうしようもありません。なので、これですね、不安な方は、ここネジがついているんですけども、このネジを取り外していただいて、こちらの方に避けといていただくと。で、避けといていただいた後にこのバネを取り外すということをしていただければいいのかなというふうに思います。もうどうしてもバネがですね、どこか飛んでいってしまうかもしれないというふうなですね、ちょっと怖いなというふうに感じられる方はですね、もうこのドライブごとですね、ビニール袋、スーパーとかですね、コンビニの袋で全然いいと思います。その中にこのドライブを入れていただいて、作業していただくと。そうしていただくとですね、バネが飛んでもですね、その袋の中で落ちて戻ってきますので、紛失の可能性は低くなるのかなというふうに思います。はい。はい。じゃあバネが外れましたので、今度は、フロントパネルを取り外していきたいと思います。ネジ、こちら2箇所で止まっております。はい。ネジなくさないように置いといていただいて、で、こちらですね。もし、これはロックがかかった状態であれば、この白いこのアームっぽい、見えるかな？はい。こちらを押してあげるとカチャンと出ていくので、この状態にしてくださいね。で、この状態にしたら、こちらのカバーをちょっと持ち上げつつ、このイジェクトスイッチをゆっくり押しながら上に引き抜くと。で、このアームちょっと邪魔してますんで、これも外していただくと、はい、こんな感じで
分解することができます。で、盛大にホコリがこういうところねついてますけども、はい、こういうところの清掃を行っていただければなと思います。なんかよくわかんないですけど毛が多いですね。これ何か動物がなんか飼ってらっしゃった家かな。はい、ということでざっくり清掃の方をしていきましょうか。はい、まずこちらの方のですね3本のこのシャフトですね。ごめんなさい、こちらですね。はい、このヘッドベースっていうんですかね。このヘッドベースをこうスライドさせるためのこのシャフトが3本ありますので、こちらの方のグリスアップ、それから、このイジェクトボタンとこの連動するですね、はい、ここ半箇所ですねのこの辺にちょっとグリスアップをしていただくと。はい、であとはこのカバーですねにもともとこう乗ってるんですけど、この辺ですね、この辺に4箇所グリスアップをしていただいて、最後にこの金属のシャフトですね、これとこれ、ここに薄くグリスアップをしていただければいいのかなというふうに思います。はい、じゃあ早速クリーニングの方をしていきます。はい、じゃあクリーニングなんですけども、ティッシュでガシガシ拭いていただいてもいいんですけど、世の中にはですねちょっと便利なものがございまして、キムワイプ、こちらですね、見た目は不織布みたいなティッシュなんですけども、このキムワイプはですね実はこれ商品名なんですけども、ティッシュと違って毛羽立ちにくい素材でできています。なので、これにアルコールを少し湿らせていただいて拭くと。はい、汚いですね。いっぱいなんかホコリがついてきますけど、はい、拭いていただくと。とにかく大まかなところはこれで掃除していただいてですね。はい。こうね、やっぱりもともとグリスがついてるとこはね、どうしてもちょっと汚れているので、綺麗にしてあげたらいいんじゃないかなというふうには思います。はい。あとですね、ちょっとお伝えするのを忘れていましたが、先ほどご説明しましたこのスイッチですね、あんまりこれガチガチやるとですね、この辺金属疲労で折れたりするので、そうするとですね、こうディスクが検出できなくなってしまうんですよね。そうすると、ディスクカードを入れているにもかかわらず、ディスクカードがセットされていませんっていう風な状態がずっと続くという風なことになってしまいますので、ここ無理やり押さえつけたりとかですね、こう押したりとかですね、こう曲げたりしないように注意してくださいね。特にこういう作業をしている時に意外とですねグッと押してしまって戻らなくなるとかですね、結構折れてしまってどうしようというふうな形になってしまうことがあるので、その辺ちょっと注意していただければと思います。はい、ちょっと細かいところまではねちょっと難しいので、ちょっとざっくりではありますが、はい、取れましたかね。はい。では、あとは綿棒、薬局で売ってますね。はい。この辺を使っていただいて、あとはお掃除していただくと。細かいところはもう綿棒が一番ですね。はい。もう綿棒安いんでね、潤沢に使っていただいて掃除していただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。よいしょ。特にシャフトの部分はですね、やっぱりこのヘッドのですね読み込みなんかにもすごく影響出るので、はい、この辺はちょっと重点的にやっていただくといいんじゃないかなというふうに思います。
こんなもんですかね。はい。では、グリスアップをしていきたいなというふうに思います。使うグリスなんですけども、皆さん大好きタミヤ模型のですね、セラグリス HG というふうなグリスがございます。こちらの方を使って、グリスアップをしていきたいなと思います。こちらを選んだ理由としては、ラジコンであったりとかミニ四駆であったりとかですね、プラスチックの部品とあと金属パーツですねの部品にこういったグリスを使われることが多かったと思うんですけども、はい、おそらくこちらのディスクシステムでも金属パーツ同士、それから樹脂パーツと金属パーツというふうなところのグリスアップに使用するということなので、標準のねもともとついていたグリスとはちょっと違うんですけども、はい、これでも問題はないのかなということで、こちらの方のグリスを使いたいと思います。セラグリスでしたっけね、昔ね。セラミックグリスとかっていうふうに覚えてたんですけど、はい、セラグリスと最近は言うらしいです。はい、じゃあ塗っていきます。はい、塗る時のコツなんですけど、あまり大量に塗らないってことですかね。あんまり塗りすぎてもあちこちにちょっと飛び散っちゃうと、それはそれで問題が出ると思うので、はい、ほどほどに薄く塗るということですね。この金属のバームとかそんな大量に塗らなくていいですからね。はい、こんな感じでしょうかね。おっと、スイッチのとこがついちゃった。はい、じゃあグリスアップというかグリスを塗り終えたので、はい、これで締めていきたいなというふうに思います。はい、ではですね、続きまして磁気ヘッドの、キャリブレーションといいますか調整になるんですけども、まずですねマイクロメーターを使って、計測をしてください。計測する場所はどこかと言いますと、この磁気ヘッドのアームを持ち上げていただいたですね、この部分です。はい、このプレートからプレートまでを測ります。はい、はい、ただいまですねマイクロメーター 10.7 というふうな、計測ができたんですけども、この長さがですね 10.68 から 10.72 までの間にあれば、適切な、距離ということになるみたいで、この値を大きく外れている場合はおそらくですけども初期位置の、ポイントがずれてしまうんじゃないかなというふうに思います。で、この調整をですねしていただくには、こちら磁気ヘッドのですね、後ろの部分ですね、ネジがプラスネジがあるんですけども、こちらの方をですね締めていただいたり緩めていただいたりして、この距離を調整していただければと思います。はい、これも長いこと使っているとですねずれてくることがあるらしくてですね、本来はですね適切な、調整がされてピンク色といいますか赤っぽい糊みたいなものが塗布されてるんですけども、もしそれでですねちょっとネジが入らない、ドライバーが入らないということであれば、その、塗布された、糊みたいなものをちょっと、なんですかね、デザインナイフみたいなもので、削り取っていただいて、プラスネジで調整していただくと、そんな形で調整ができるようなので、よかったら試してみてください。はい、じゃあ、実際にですねこの組み付けの方をやっていきたいと思います。はい、ですね組み付けの方なんですけども、まずですね、このプレートですね、はい、をこの支柱に沿って入れます。で、あとこのアームですね、これを持ち上げてこのプレートの上に乗るようにセットしてください。あとはこのイジェクトボタンを少し押し込んであげるとストンと落ちるところがありますので、これで OK です。で、あとはもう元の手順通り戻していくだけですね。はい。はい。まずはこちら。
はい、最初のパネルですね、フロントパネルを取り付けます。はい、大丈夫ですかね。はい。先ほどちょっと裏のパネルも取り付けたんですけど、今の調整をするためにちょっと外してしまったので、もう一度こちらの方も元に戻したいと思います。なんかこういうふうな、ディスクシステムもそうなんですけど、こう分解してきちっと原因が分かって組み直せるってすごい面白いですよね。本当に小学生の時の自分なんかでは全く、想像ができなかったようなことなんですけども、はい、こういった修理がね、自分でできるようになるっていうのもね、こう大人になったのかなというふうにちょっと感じますよね。年を取ったのかなとも言えるんですけども、はい。じゃあこのままバネの方も取り付けて、はい、いきたいと思います。ディスクドライブの方ですね、取り付けましたので、動作確認の方をしていきたいと思います。治ったんですかね。はい、じゃあ電源入れます。はい、まずこちらでですね、確認いただきたいのは、こちらですね、の速度をちょっとご覧いただきたいと思います。じゃあ、カードの方をセットします。はい、無事読み込みましたね。はい、これが一応正しい速度だと思います。はい、一応念のためちょっと次の B 面もちょっと読ませてみましょうか。はい、この速度です。はい。で、問題なくエラー22の方は解消しております。で、エラー22が一体何だったんだというところなんですけども、この動画ではですね、バンドがですね、プレートの方に当たって速度が正しく伝達されていなかったがために、ここの磁気ヘッドの移動する、速度が落ちてしまって読み取りエラーになっていたというふうにご説明をしました。で、こちらの方のですね、速度の調整についてはですね、この、モーターですねをここ調整の穴がありますので、ここで調整ができますというふうに前回の動画でお伝えしたんですけども、じゃあ実際にそうなのか、ちょっとやってみたいなと思います。はい、では一旦ちょっとディスクの方を取り出しまして、はい、電源の方を落とします。で、まずここマイナスのドライバーですね、精密のマイナスのドライバーを入れていただいて、中でこう引っかかるところがあると思いますので、この引っかかったところでグッと、例えば今右に全開で回しました。はい、じゃあ一体どうなるのか、もう一度電源を入れて確認をしたいと思います。はい、今右回しで全開ですからね。はい、入れてみます。はい、どうですか？遅いですよね。そして画面も Now ローディングというところが何も変わりませんよね。はい、ディスクトラブルエラー21が出ました。これが遅すぎるといったタイミングですね。その時に出るエラーになります。はい、ではディスクカードの方を取り出しまして、一旦電源の方は落とします。はい、次は反対に逆方向に前回で回してみたいと思います。はい、はい、今度は右回り、反時計回りですねに回しました。はい、では電源の方を入れます。はい、ではカードをセットします。はい、なんだか今度早いですね。シャ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 シって言ってますね。はい、ディスクトラブルエラー22、これです。これが、早かった場合の、読み取りエラーということで、エラーの22というのが出ます。なので、遅すぎると21。
早すぎると22のエラーが出るというところだけ押さえていただければと思います。はい。で、これをですね、徐々に調整しなければいけないので、ぐっとどうですかね、半分ぐらい、ちょうど中間ぐらいですかね、になるように今合わせました。はい。じゃあ実際どうなるのか見てみましょう。はい。中間ってどこに中間があるかというのは全くわからないので、もう本当にここはもう手動で調整していくしかありません。はい、画面が安定しましたね。ということは一応最初の部分はきちんと読めたと。これで読み込みの方もきちんといったみたいですね。はい。じゃあちょっと B 面を読ませてみましょう。はい、ゲームの方ですね。B 面に入れ替えましたけど、きちんと読み取りができましたので、速度的にはこのぐらいでもエラーがなくできるということが分かったと思います。なので、精度、どのぐらいが正確な位置なのかというところはちょっとなかなか言葉ではちょっと説明がしづらいんですけども、だいたい中間ぐらいですかね、で調整していただければいいんじゃないかなというふうに思います。ある程度何台かやっぱり修理してないとですね、この辺もちょっとどのぐらいの速度が正しいのかとかっていうところもなかなかご説明しづらいので、ちょっと何度か試していただきながら、動くところを調べてみていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい。少々いじったぐらいでは実はそんなにトラブルは起きなくてですね、本来こういう調整用のツールっていうのは多分メーカーさんお持ちだったと思うんですけども、一般の消費者である我々がですね、正しく調整するためのジグですとか、そういう測定器を持ってないので、この辺が限界なのかなというふうには思います。なので、いろんな、ディスクカードですね、ゲームを読ませてみて、きちんと、動作するっていうところを確認して、よしとすると。そういうふうな、対策になるのかなというふうに思います。はい。では、エラー22のですね、解決策ということでご紹介しました。はい。これでですね、ほとんどディスクシステム、もしくはこのツインファミコンの修理というところは以上になるんですけども、ほとんどのエラーというのはもう、ゴムベルトが劣化して切れているっていうエラー、それから磁気ヘッドですねのあたりが弱くなったエラー27ですね。そうですね、磁気ヘッドだけに限らずディスクカードの方が何か消えかけてるとかですね、そういうことも関係してくるんですけども、はい、あとはエラー22ですね。モーターの劣化によって速度が速くなる、遅くなるというふうなことが考えられますので、この3つぐらいが大体抑えていれば、おそらくディスクシステムというのは修理の方ができると思います。はい。で、これ前回の動画でもお話ししましたけども、磁気ヘッド自体のですね、読み取り回数というのが4万回というふうに一応規定がされているので、それを超えてしまったドライブに関してはですね、寿命ということで、おそらく何をしてもエラーが変わらないというふうな状況になってくるんじゃないかなというふうに思います。なので、その場合はですね、もう潔くディスクドライブの新しいものを、探し出していただいて、購入いただくということで、対応するしかないのかなというふうに思います。はい。それでは、こちらの方でエラー22の修理動画としては以上となります。はい。これで、皆さん、ディスクシステムのゲームをですね、楽しんでいただければいいなというふうに思います。私もですね、このツインファミコンを購入したきっかけというのがですね、昔、懐かしいんでというか、やっぱりディスクカードって、この読み取りの時間、この画面を待ってる時間っていうのもすごく楽しいというかワクワクした時間だったなというふうに思い出しまして、同じくツインファミコンを買われている方っていうのはそういうふうな昔の記憶を思い出しながら楽しかったなというところを振り返りたいのかなというふうにも思いますので、この動画が何らかしらの役に立っていただければいいかなというふうに思います。では、今回の動画は以上となります。
今日もご視聴の方いただきましてありがとうございます。次はですね、このツインファミコンですね、修理が完了しましたので、今度はですね、塗装をやってみたいななんて思ってます。ツインファミコンって赤と黒しかないんですけども、これファミコンカラーになったらちょっと素敵だななんて思いましてですね、はい、いろいろとシール関係のですね、制作ですとか、そういうところをちょっとご紹介できたらいいかななんて思ってます。はい、では今日の動画は以上になります。ありがとうございました。お疲れ様です。